Meshtabi Season 4. Konkai no Meshtabi wa Gachi de Mata Tabathai Meshtabi Sorshu Hen number 12 des. 総集編も今回でシーズン3に突入。この頃になるとだいぶ現在の形に近づいておりますけど、まだまだ顔から火が出そうなこっぱずかしいシーンの連続でございます。ほんとよくこんなんでチャンネル登録者さん3万人も集まったよね。ほんとありがたい。視聴者の皆さんありがとうございます。ってことでシーズン3の総集編で。ですそれでは早速Let's get it started. 1. Megumi no Nishi 2 Tomoe Bagel 2016年オープンのベーグル店。なんか洗練されてるお店ね。素敵。店内ではマダムたちが賑やかにアフタヌーンティーを楽しんでらっしゃる。ベーグルが日本で食べられるようになったのは1980年代後半。ライフフォックスというアメリカのジャーナリストがフォックスベーグルというお店を東京にオープンしたのがきっかけ。バターや牛乳、卵を使わないので一般的な製法のパンと比べるとカロリーや脂肪分は低く、タンパク質は多いのが特徴。噛み応えもあってヘルシーってことで人気が出たんだそう。あ、なるほどね。そういうことなんだ。ベーグルはもともと東欧系ユダヤ人の宗教上の食べ物なんですって。アメリカドラマでよく見かけるよね。スタンドでベーグル買うシーン。はいはい。スーツでハービーがベーグル買ってるところに自転車でマイクが現るみたいな。レイチェル王子と結婚したよね。ねえ、ドラマチック。やっぱ詐欺師じゃ王子に勝てないよね。ドラマと現実ごっちゃになってない？おじさんもベーグル食べてハービーみたいになろうかな。無理無理。世代的にはハービー・ハンコックでしょ。キュッ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 。4. Onsen Information ニューヨー Shin Chitose Airport Shin Chitose Kuko Onsen 全然絵庭じゃないんですけど初めて利用しました。ずるい。私が里帰りしている間にへへへへじゃない。だって結構お高めよね。確か。ああ、1500円さ。高っ。でも朝風呂は安いんだよ。それでも800円だけどね。5時から8時まで。たっけーな。朝風呂大好物なんですが、北海道あんまり朝風呂やってないよね。確かに。東北は5時ぐらいから結構やってるもんね。ここは5時から朝風呂やってるのが嬉しいんだけども、ただ朝風呂はサウナなしなんだよね。これサウナにはきついな。 Sauna それきついわ。サウナなしだと1時間くらいで出ちゃうわね。だのさ、思ったよりこじんまりのお風呂でしたね。驚いたのは浴場にトイレがあった。これは多分人生初かな。と言いますと？かなり方々で風呂入ってますけど、風呂にトイレの扉があるってなくない？風呂って脱衣所じゃなくて内湯側にトイレの扉があるってこと？そう。へえ。下痢気味の方はご遠慮くださいの注意書きのあった秋田ユップル同様初めての経験した。ユップルウケる。 8. Kashiwagi Cho 2 Liko Liko 道内数カ所にあるジェラ屋さん。認知はしてたけど初めてなのよね。実際食べるのは熱田の道の駅とか空港とか丸井さんとかね。あ、百貨店にさんつけた。育ちいいね。普通つけないの？つけない。そうなんです。割とジェラは手当たり次第行くんですが、看板のイメージはなんとなくベタ系かと思いましてね。確かにイタリアのスタンダード系っぽいものね。したっけ？全然ちゃうじゃないですか。メニュー見てめっちゃテンション上がった。飯旅ーズ。しかもなんとこちらは恵庭の名門ゴルフクラブ恵庭カントリークラブの経営ときたもんだ。珍しい異色の組み合わせでございます。なんか互換性全然なくない？だよね。いや、メニューが楽しい。いろいろ食べたくなるね。そばやら金時やらきな粉にほうじ茶、新シノツのトウモロコシにクワトロチーズがとトウモロコシあれ言ったか。新シノツのトウモロコシにクワトロチーズかと思えば七つ星。七つ星って米じゃん。そう、米、米。予想がつかないものがあるから嬉しくなるよね。
恵庭といえばその恵庭カントリーのね、はい。トーナメントが昔あってね、うん。その大きな賞金のかかったトーナメントじゃないけど、うん札幌オープンっていうのがあって、はいオープン競技だからアマチュアの出場枠もあって予選会を通れば出れたんですよね。間違って1回通ったことがありましてね、あらま。なんかやるじゃん。苦い思い出ではある人生で多分一番緊張したっていうのはね、いやゴルフはそんなになんか緊張しないんです割と、なんかいつも。ただあれですよ、ティーグラウンドがはい。チャンピオンティーのところに看板がこう囲われててね、ああ。ギャラリーが周りにいてね、はいはい。本当プロのそうそうそう中継の時っていうかあれ。続いてのティーオフはバッポ選手カツカレークレイジー組合みたいなアマチュアとかってアナウンスされて、パチパチパチって挨拶して、あ、グイテやの。それからシーンと静まり返った中で、ティーショットを打つんだね。球落とさなかった T からパロンっつって。もう何やったかは覚えてないけど、もうとにかく思いっきり短くドライバー持って、ふんって振りゃ、とりあえず一番ホールがたまたまね、打ち下ろしの短いホールで、とりあえずなんとなくドライバーパーンって打っとけばパーオンできるホールだったんで助かったけど、あれ本気で打たなきゃやばいホールだったらもうちょっとやばかったチーンってなってた。プロでも手震えてたからね、みんな。グリーンがすごいスピードなんだよ、やっぱりプロのトーナメントって。北海道にいるプロとかは試合慣れしてないんだろうね。50センチのパーパットでも外したら2メーターいっちゃうみたいな。もう何カチンコチンってこと？そうそうそう。なんかこう、本当にこれ芝なのかなって。コンクリートみたいコンコンって音がしそうな。そんなの打ってみたい。でね、まあ普通にあれですよ。予選を通るわけもなく。あら、残念。13、4番ぐらいまで3オーバーぐらいで頑張ってたんだけど、左ドッグレッグのホールのあれ13番だったかな。左ドッグか。はい。見事なチーピン打っちゃってね。おじさんブッシュみたいなとこから。おじさん大好き左ドッグレッグ。トリプルボギーかなんかでチーンだったけどね。そしてね、ホールアウトしてお疲れ様でした。嬉しかったのが、レストランでね終わって飯食ってたら隣のテーブルにね、かすみちゃんですよ。かすみちゃん？あ、前略おふくろ様の？そう、尾崎立夫プロと坂口涼子。食事してたの。めっちゃチラ見しながらカツカレー食ってたんだけど。またカツカレー食ってんのかい。めっちゃ匂い嗅ぎてえと思ったけどちょっと立夫さん怖くてそばに寄れなかったぶん殴られる。Meshtabi Season 3 This program is brought to you by Babo and Green Konkai no Meshtabi wa Gachi de Mata Tabathai Zeni Bako Kaiwai 9 Des それでは早速 Let's get it started 1 Zeni Bako ni Cho Mei Airstream Cafe Zeni Bako Base はい、こちらも憧れのエアストリームパラダイス in 銭箱でございます。やっぱりかっこいいね。そうだね、酔っちゃうよね。しかも海辺ってのが最高じゃねえか。ここはソフトクリームとコーヒーで気軽に立ち寄りたい感じだけど、タコスやカレーのいい匂いも漂ってましたね。はい、フードもいろいろ美味しそうだったね。いいわ、この日はバイクのイベント中でバイカーがすっげえ集まってましたよ。あれかっこよかったね。テラスの2階で海を眺めながらぼーっとしてたいわ。1階テラス席はペットも OK だから海辺の犬散歩&お茶ってのもいいわね。エアストリームの車内も意外に広くって秘密基地っぽくっていい。エアストリームの車内も意外に広くって秘密基地っぽくていいわ。夏のドライブデートにおすすめだね。できたらここでサンセット見たかったね。残念ながら17時までの営業なんです。チン。ところでさ、なんで銭箱？銭の箱ってなんだかテンション上がるご利益ありそうな名前よね。ね、なんでもニシン漁でにぎわっていた頃、漁師の家の前に銭箱が積まれていたことからついた地名なんだそうだよ。めっちゃ景気のいい話じゃございませんか。積んでみたいね、銭箱。ああ、
我が家には断捨離できずに溜まったゴミ箱しかございません。銭箱がいい。そりゃそうだ。2. Hurry Woo Soo. Pan Yolato No. 超わかりづらい場所にございます系パン屋さん。ユーラシア404のあった界隈といえばわかるかな。ユーラシア404って靴脱ぐ真っ暗なお店？そうそう、足臭いやつがいると最悪なんだよね。それ自分でしょ？バレてた。今や伝説の名店ですね。若い人は知らないわよね、きっと。2003年に閉店したのよね、確か。ああ、ユーラシア404からのペリゴールでゴールってのは青春のゴールデンコースでしたね。はいはい、ペリーゴールも素敵なホテルよね。ああ、別格だったね、ペリーゴールのスイートは。え、スイート？ところでこのパン屋さんの作りはかっちょいいよね。スイート？外壁の材木が裸材？コーティングも塗装もなし、斬新ですね。ここあれって建設途中なのかな。さてね、腐っちゃわないのかな。パンじゃないですよ、外壁の話。店内はハード系のパンがずらり。パンはかなりハイレベルな美味しさでしたね。恒例のクロちゃんチェックでございます。なんか形が独特ね。薄長い、外パリッパリ中ふんわり、また臭くなくて好きですね。これまたハイレベルなクロワッチャンス。美味しいね。初めましてのタイプのクロちゃん。パインとパカデミアがさ、パカデミアなんつ。Redo. パインとマカデミアがさ、マカデミアがゴロッゴロ入っててもうびっくり。だからパインはジューシーでもう最高。大好きなパンでした。は、日本語がむずい。なんでよ。スペルト小麦のクッキーはナチュラルな見た目に一目惚れ。スコーンとクッキーのバイセクシャルな感じがたまらない。 Bisexual. このクッキーナチュラルでいいっすね。外壁もパンもいろいろナチュラルなお店。好きなタイプ。銭箱フェイバリットバースね。から始まるからダメ。 3. Zeni Bako ni Cho Mei. Suria. 銭箱駅のど真ん前にあります。2005年にオープンのここ銭箱店が1号店なんだそうよ。そうなの？札幌が始まりかと思ってた。スーリアさんは道内各地にあるけど、あちらこちらで我々結構利用してますんです。はい、カレーはやっぱり美味しいね。ちょっとジャパニーズ向けに甘めにしてるところが美味しいんだよね、きっと。本場はこんなに甘くはないはずなんだけれども、ターメリックライスもナンも両方ついてて、この値段はリーズナブル。ナンのデカさがいいですね。ほんと、私ネパールカレーもナンも大好きなんだよね。そうなん？海を眺めながらテラスで食べれるのがいいですね。6月から9月ぐらいまでかな、外で気持ちいいのは。そうだね。 4. Zeni Bako ni Cho Mei. Mochi Kobo Miyabi. 新川の有名なお餅屋さんが銭箱テラスに出店。銭箱テラスはログハウスメーカーが手掛けます。具店舗の飲食店やめんこいログハウスのショップなんかが集めだ複合施設だ。あれ、あっこ、なんで津軽弁？大福が人気でほぼ売り切れ。とほほ塩バター大福食べたかったな。グリーンは台湾パインの大福に大感動。はい、パインのジュルジュルジューシーなのが予定外でした。あとさすがはお餅屋さんよね。お餅が違う。お餅が柔らかいし滑らかなの。稲荷餅が斬新でしたね。どんな顔して食べたらいいのかわからんかったけども、なかなかおつでした。ラー油バージョンとわさびバージョンがありまして、わさびバージョンをいただきましたんですが、わさびがツーンと効いてて、これはここでなきゃ食べらんない。菓子部門なのか寿司部門なのかが微妙なチンピンピン。チンピンピン？ Chin Pin Pin. クレープ屋さんやソフトクリーム、マフィン屋さんやら連なってて楽しいね、ここ。だけども我々が一番欲しかったのはこれ。マイサウナ欲しいな。ねえ、420万タイプがいいね。間違って1000万再生くらい回ったら買えるかな。鼻からカツカレー食ったらバズる？はい、やってみよう。鼻から食えるか。5. Hoshino Cho 11. Zeni Bako Sala Shina. 国道5号線を小樽市に入ってすぐ左。グリーンの建物が印象的なお蕎麦屋さん。いつも混んでるから気になっていました。
はい、久々にそばが食べたくってやってまいりましたんですが、まさか11時から開店早々満席です。開店時はいつも並び待ちが出ているようですね。真っ白なさらしなそばが美味しそうですよ。昼休みの野郎どもは全員大盛りそばを注文。これすげえ盛り。富士山のようなそばマウンテンだ。こんなのおじさん食べたら凍え死んでしまうわ。あったかい日にチャレンジするとして、これはあんたひょっとしてちょっとはい、まさかの禁じ手。 Today's Katsu Curry. はい、本日のカツカレーの時間です。書き込みを読んでると天ぷらそばもぬぬぬっぽかったんだね。っていうかメニューにカツカレーあるのに驚きました。天丼そば設定がなくバラで盛りそばと天丼いただくと1500円になっちまうんでね。そば屋のカレーはうまいはずってことで、またやっちゃった。ツーオーダーっぽいカレーいいっすね。シャッキリ玉ねぎが斬新。シャバめのチャーカレーっぽいカレー、これいいっすわ。やっぱそば屋のカレーはうまい。 Meshtabi. ということで別の日に再訪問大盛りチャレンジです。ほとんどの男子が注文するこの大盛りそば700円。標高15センチ、札束で言うたら1000万以上あるかな。あるある。現金だったらよかったね。でもちろん完食したのよね。めっちゃ無理してなんとか食べたけど、マジズボンのホックはまらなくなっちまった。ダサ。 6. Zenibako Ichome. Taka Show. 銭箱って広いのね。ハリウスの隣が1丁目で、石狩新港の手前が5丁目だけど、1丁でかすぎない？ 1 丁目から5丁目までで18キロもあるわよ。だよ、2、3丁だから歩いてくわなんて言ったら大変なことになるよ。ここは銭箱の一番小樽寄りの端っこ。国道5号線から100ヤードくらいかな。下りますると住宅街になんとも立派な店構え。本当にランチ600円？そうなんです。なんと600円ランチが人気とのことなんでね、お邪魔しました。実は銭箱界隈ここんとこ3連敗中でね。はい、また来たいと思えないお店が続いててね。はい、銭箱界隈という企画自体の存続が危ばまれられられられ最近あららららってなるね。なります危ぶまれる中、このお店も激安なのでね、大丈夫かなと思ってましたんですけど、おかみさん見て安心しましたね。間違いないわこの店。おかみさんなのかどうなのかわかんないんだけど、女性店員さんが最上級に感じ。よかった。長年食べ歩いてるからわかるさ。あのおかみさんがいる店は大丈夫ってね。うまく説明できないけどインスピレーションでね、この人は客を絶対裏切らないってね。あんたスピリチュアル系の人だの？何言ってんのお前。聞こえませんでした？あんたはスピリチュアル系の人なの？それともおかみさんが綺麗だっただけ？その質問にはお答えできません。第6巻ってやつですかね。残機が一番人気とのことでしたが、マヨラーは迷わず豚マヨいかなあかんでしょう。出たマヨラー。素晴らしいバリューです。正直600円だからしょぼーいの想像してたんですけれども、まあ昨今原材料エネコの高騰でそりゃしょうがないですよってね。予想に反してすっげーバリューっすわ。感動の昼飯屋さんです。ご飯も野菜も肉ももりもり、こりゃあ嬉しい。わー、やったー。スーパーの弁当食ってる場合じゃないっすよ。日本中に高賞あったらみんなちょっとだけハッピーになれると思います。ありがとうですね。こういうお店は常連さんが夜にはお金を落としてくれるんだよね、きっと。美味しいお昼ご飯の恩返しに夜お酒を飲みにってことね。んだ、持ちつ持たれつってやつですか。はい、日本のいい文化ですね。はい。 7. Zenibako Sancho Mei. Shunbetsu. 銭箱の入り口とでも申しましょうか。ホテルルナコーストそばのそば屋さん。ちょっとエッチな人はピンとくるわよね。ルナコは近いのですが、こルナコこはかなりの一般住宅加減ですね。なのに続々とお客様がいらっしゃる。あ、ルナコーストの色が変わってるのでびっくりしないでくださいね。以前は浦川でお店をされていて、銭箱に移転されたんでって。裏側？広尾の裏側の？ピピー警告。
たてん。だからそばが個性的なんだ。だからって何？ほら、隣町のタコ飯おいしいそば屋も変わったそば出してるじゃん。ああ、日高の泉食堂ね。確かに両方とも個性的なそばね。だのさ、粒コンがこちらでしかいただけない一品でございますね。気になる。イメージではさ、もずくみたいなネバネバ昆布に粒が混ざってるイメージ。それをぶっかけそばみたいにいただくみたいな。なんかそれ全然美味しくなさそう。そう？ブブー。それが昆布のキキキキキ。昆布のキキキキ。プププププ。ブブ Redo. ー。それが昆布の細切りで粒をぐるぐる巻きにして素揚げにしたやつでした。珍しいねこれ。見た目蚕の繭みたいだね。牡蠣バージョンもあるらしいが、今は時期じゃないのかな。ねえ、粒コン美味しいね。表面カリッカリ昆布が香ばしい。そばつゆに浸してもよし、お酒のおつまみにも最高。浦川名物カツ飯とセットもあるのが嬉しいじゃん。そっか、だからカツ飯なのね。銭箱で浦川のソウルフードと美味しいお蕎麦を満喫できちゃいます。 8. Zenibako Sun Cho Mei. Gato Frere. 銭箱ってお菓子屋さんあんまりないのかしらね。調査によりますと、銭箱唯一の洋菓子店になるのかな。こちらのお店の名物、土鍋プリンにお目にかかりたかったが、土鍋プリン？土鍋っちゃってんのそれ？ちょっと何言ってるかわかんないです。土鍋が製造中止とのことでね。残念。ネタ的に面白かったんだけどね。ねえ、食べてみたかったわ。でもシュークリームが面白いの。個性的シュークリーム。このシューはクッキーでもパイでもない、爬虫類系のシュー。これ好きなタイプ。爬虫類系で、爬虫類系のシューって何？なんかシューの表面がさ、爬虫類の肌っていうのかな。なんか鱗みたいな感じに見えない？キモいこと言うんじゃねえよ。そうね、見た目であんたはブルってなっちゃう系かも。そうだよ、やめてよ。椎茸の裏と爬虫類系は弱いんだ。大丈夫大丈夫。美味しいカスタードのシュークリーム、あなたの好物じゃない。いや、うまいねこれ。サクパリ。こんなの初めて食べたわ。でしゅー。 9. Hurry Woo Soo. View Cafe Otaru Route 5 Your Time. 国道5号線沿いの高台にあります。セクシーなシュアラインが見渡せるナイスビューなカフェ。ずーっと気になっていたのですが、やっと来れました。シックなインテリアが素敵ですね。2階席やテラスもあるけれど、おじさんは1階のこの窓カウンターがお気に入りです。 JBL から聞こえるチルい音楽とハリウスあたりの海岸線がいいんだよね。うねうねっとしててなんともセクシーねえ、絵はがきみたいな光景だったな。ここは空間を味わうのが一番。食事でもお茶でもスイーツでも何でもいい。一番のごちそうは青い空と、女優さんじゃないわよ。青い空と海岸線を眺めながらゆっくり流れる時間が最高。写真でしか見たことないけど、夕焼けはやば綺麗よね。ぜひ次回は天気のいい日の夕暮れ時に訪れたいね。いいわね。そういえばユーラシア404ってすっげえ芸能人とか来てたらしいよね。そうなの？確かに誰が来ても真っ暗で顔見えないから芸能人が好みそう。ユーミンがオーナーの奥様と親交があって曲作りのアトリエ的にも利用していたそうだよ。へえ。でもユーラシア404はもうなくなっちゃったのよね。もともと1993年から10年期限付きで営業したんだって。なんでかは知らないんだけどね。へえ。ところで404って何？ 404？ 404？ 404？ 正解は不明。ユーラシア404はユーラシア大陸から404キロの地ということにちなんで名付けられたのこと。ちなみにビートルズにワンアフター909って曲があるんだけど、これは909。9時9分の次の列車で旅立つぜっていう歌詞なんだって。何？ 909 ってジャパンの歌Chikaino Meshitabi wa Gachi de Mata Tabathai。なんで日本にネパール人こんなにいるのか謎なんだよね。やったら道を歩けばネパール人に当たるみたいなさ。北海道はそうでもないけど、ほら、もう関東なんてとか西の方に行ったらほぼほぼコンビニの店員ってネパール人じゃん。
そうだね。多かったね。あれどうしてネパール人ばっかりいるのかなんか姉妹都市とかなんですかね。食文化の交流みたいな。福岡のセブンイレブン全員ネパール人だったじゃん。うん、日本人に会ったことがいなかったね。名前なんだっけ、めっちゃ笑ったんだよな。名札つけてネパール人、名札がギリさんとデブさんだったんだよね。そうだ。ギリデブだったんだよ。同じシフトはやばいよね。面白すぎる。でも素敵な笑顔をしてくれるよね。海外の人の方が。ちょっとぽっちゃりぐらいな感じだったけどね。ギリデブじゃなかった。飯旅 Season 3 This program is brought to you by Babo and Green. Konkai no meshtabi wa Gachi de mata tabathai. Kita Hiroshima Kaiwai 10 des. それでは早速。Let's get it started. 1. Watsu. Nyuenbetsu no Mori. ニーウンペツの森。こちらは森の中に佇むガラス工房、カフェ、パン屋さんがある素敵な場所ですね。ニーウンペツはアイヌ語でこの辺りの地名のこと。ここはゴルフ場行くのによく通る道なんだけど、全然気づかなかったね。こんなところに焦げなファンタスティックな場所がいつの間にね、まさに非日常。ブランコもあったりね。なんかメルヘンの世界みたい。撮影忘れて本気でメルヘン入ってたっしょ。させん。ガラス美術研究所面白かったんだけど、来る時見た素敵パン屋さんが気になったんだね。はい、ここは2022年オープン、兄弟で営んでいるパン屋さん。これまたアイヌ語で同胞、仲間を示す言葉、うたり。お兄さんがパン職人で、以前ブルクベーカリーにいたんだって。おー、出ました。ブルクベーカリー。すごいですね。ブルクベーカリーさんはパン業界の純粋系みたいな。多くの独立開業者を輩出してますね。そして兄弟パン屋言うたら当屋のラムヤートと同じパターンだね。ほんとだね。人気なのも一緒ね。来た時間が遅かったせいか完売状態と思いきや残ってました。クロワッサンダマンド。ほんとだ。ギリギリセーフ。クロワッサンマダンド。 2. Nishinosato. Dorfukudor. 274号線沿いの北広島市民御用達の中華食堂。営業中なのに看板を消しててこっそり営業？誰か死んだのかな。こら、焦って駆け込みましたが全然セーフでした。看板消してて暗いのに客は来る来る。すんごい人気なのね。そりゃそうだ。ありえない安さに驚き桃の木にゃんこの目。エスコンフィールド直後だったせいもあり安さが際立ちましたね。これは全員来るっしょ。来る来る。エスコン高かったね。びっくりだぜ。これ麻婆豆腐定食600円、広東麺チャーハンセット850円ってすごくないですか。上から読んでも豆腐堂、下から読んでも豆腐堂。ほんまや。ここチャーハンが独特ですね。なんだろう。なんだろう、あの甘み。ね、なんかわからんけどうまい。初めての味だ。麻婆も絶妙だったわ。ここ何食べてもうまい系かも。やめられない止まらない系麻婆ね。間違いなくイーグルグラム。Eagle Grab. ぐるぐるも静かみね。 4. Mitsui Outlet Park. Tomato Men Veggie. アウトレットのフードコートにベジーさんが参戦したということなので来ちゃいました。エビ吉グリーンずっと食べたがってただったなんじゃそれ。エビ吉グリーンずっと食べたがってたもんね、ベジーさん。はい、やっとこそ食べれます。アウトレット限定メニュー、濃厚エビトマトクリームなるのがございまして、限定に弱い私迷わずオーダー。これもパスタ領域ですね。エビ好きちゃんにはたまらないごちそう。でも正直普通のトマト麺にエビ味プラスの方がうまいかな。生クリームで味がちょっとボケちゃう気がするね。これより美味しいの？それはやばいわね。近日中に必ずいただくわ。エビトマト麺。 4. Mitsui Outlet Park. Buta Hagip. 北広島インターそばのとんじゃくなる豚丼を食べに来たのですが、なんでそうなるの？チーンでね、臨時休業だったので今回はダメ。あ
ら、残念ね。残念やら嬉しいやら、それでは仕方ありませんね。豚ハゲさんをいただくとしましょそういうことね。う。なんと夢のようなカップリングじゃないですか。飯旅殿堂入りの2軒が並んでるなんて。ほんとね。夢の共演。食べ合わせはあんま良くないけど、飯旅殿堂入りのお店は概要欄の飯旅殿堂入りマップをご覧ください。やっぱうまいわ、豚ハゲさん。帯広行きたいね。期待。麦音、豚ハゲ、有楽町。お菓子の館阿久津も。それ店員のお姉さん会いたいんでしょ。まさか何を言っちゃってるんだい。噛んでる。The other day. Kita Hiroshima. Tong Jack. ということで頓着りました。完全なる住宅ですね。でも中に入ると店舗に綺麗に改装されてましたね。マックス3組10人のこじんまりとしたお店ですが、乳首が気になって豚丼が喉を通りそうもありません。こら豚丼一本勝負、シンプルでいいっすね。ね、タレ、塩2種類のみ。私このタレ好きなタイプ。甘めのやつ。なんか目つぶって食べたらうな丼みたいな味だよね。うな丼？そう？ 750円でうな丼気分最高じゃないか。なんかさ、このタレ結構甘いから山椒よりこのタレ結構甘いから山椒より山わさび乗せて食べてみたいなって思ったよ。ああ、いいかもね、それ。ナイスアイデア。 Nice idea. 塩も美味しかった。ね、どうかな塩って思ったんだけど、美味しかったよ。塩の方が豚の甘みがより感じられるね。ねえ、塩いけた。っていうか豚肉自体が美味しいわ、とんじゃくさん。そうそう、油が甘くて美味しかった。この豚丼は無頓着じゃ。そこかもかね。この豚丼は無頓着じゃは揺られませんわね。ぐだぐだやね。 7. E Naho. Gochiso San Shokdo. 車が10台ほど止まっている戸建てが。かなりマニアックな立地かと思いますんですが、これでも分かりやすい場所に移転してここらしいっす。書き込みにはそう書いてましたよ。ここわかりやすい。お誰だ。あさこさん、以前はどんなとこにあったのかな。どうやら爆量の唐揚げが人気らしいんですが、最近ラーメン続きで体重マックスのおじさんややビビっております。体重はマックス。やば、ラーメンってやっぱ太んのね。うひゃー、こりゃすげえ。食える気がしない。全力マックス頑張っても半分食べれたかなくらい。大食い自慢にはいいわね。かな。小ぶりだけど唐揚げ18ピースもありましたよ。18ピース？そりゃ半分でいっぱいいっぱいだわ。だろう。釧路の爆量山タレ南蛮亭といい勝負さ。そういえば値段も同じ1200円ね。食べ残しお土産でいただいたけど、普通の唐揚げ弁当の倍くらい残ってたわよ。無理。完食絶対無理。でしょうね。 8. Chuo. Kaiten Sushi Ginjiro. 飯旅恒例ローカル回転寿司シリーズでございます。いや、驚きましたね。この中トロ352円はすごい。通常メニューでこのお値段ってありえないね。最近はどこも中トロ2貫で500円超えてきてるからね。ね、私たちにはでかすぎたけどネタもでかいしすんごいバリューね。これは嬉しい寿司屋さんでございます。もう一軒北広島にあるシーランドって回転寿司さんも職人手握りでかなりのクオリティなんだけどもね。ねえ、どっちも美味しい。でもこの本マグロと中トロ352円は誰も太刀打ちできないんじゃない？まったくだ。今年食ったマグロで一番うまいんじゃないかな。ね。そしてチョコポテト。あ、ネタで頼んだんだけどこれ意外といけたね。止まらなかった。お箸にちょこちょこっとついちゃって汚いけどね。寿司との食べ合わせコンビネーションは最悪だけど。このイクラだってさ、いくら乗っかってんの？やめなさい。余一の緑寿司に弟子入りしたいのかな。ああ、余一のダジャレ寿司屋ね。弟子入りはしないけど行ってみたかったな。お店の名前緑印って言うんだね。緑印じゃないです。緑寿司です。緑屋だったっけかな。緑屋さんっていう寿司屋は今もあんだよね。でもおじさんが通ってた場所とは違うさ。
いや全然違うの？移転したのかもね。そうかもね。今の緑屋さんの工事入った右側だったと思うんだけど、まあ20年も前だから曖昧み。I my me。ウニも美味しゅうございましたね。値段見た時は激安チェーン系みたいな店なのかなって思ってたんだけど、ちゃんとしてる。活気があって職人手握りいいですね。北広ゴルフ帰りは銀次郎いいね。賛成。ごちそうになります。負ける気ゼロ。ハンデ減らしてくれよ。いい加減。いいからいいから。9. Asahi Cho. I knew it. 住宅街の美味しいパン屋さん見つけました。住宅街パン屋さん増えたわね。本当だね。次から次へとネイバーフッドが買いに来る。こ Neighborhood. れクロちゃんチェックでございます。れパリッパリだで。パリッパリだ。うまいわこれ。でも車で食べたら大惨事。クロちゃんを上手に食べるのってどうしたらいいんだべか。本当だよ。シナモンロールもパリパリもっちり系でうまし。デニッシュ系が美味しいパン屋さん。略してデニウマ系。Denny Wuma K. Denny Wuma K. シナモンロールは店主さん太鼓判付きのシナモンだもん。美味しいに決まっちゃる。噛んでない。クロワッサンラスクもおやつにちょうどいいね。アンユイットって奥さんにお店の名前意味聞いたらさ、意味は特にないのよ。よく聞かれるんだけどってめっちゃ笑顔で言ってたね。かわいい。朝から元気もらったね。はい。10. Fighters Village. Escon Field. ワクワク初めてのエスコンフィールドへ。丸山球場のマウンドに立って以来のスタジアム。マウンドに立った？まあその話は後でね。すごいですね。楽しいですね。この雰囲気は野球がちんぷんかんぷんでも楽しいかも。ちんぷんかんぷんの私もアゲアゲでした。野球っていまいちわかんないのよね。オフサイドってあるんでしょ？野球にオフサイドはありません。あら、とにかくどっからでもグラウンド見渡せちゃうし、シートも硬くないし。あのシート感動した。快適でゆったりしとる。体重200キロの人でも大丈夫って感じだぜ。確かに。試合のない日に行ったんだけれども、ちょうどアウェイの楽天戦試合中でね、みんなスタンドに座ってバカでかいスクリーンに映される中継見ながら盛り上がってたね。そこいら中にモニターもあるから、どこにいても試合の状況が見えるのがいいね。素晴らしい球場だわ。ねえ、キッズエリアも充実してるし、あとフードコートもね、いろいろ想像よりずっとすごい楽しい施設だった。レストランもたくさん入ってるっていうことでね、めっちゃ食べる気満々で回ってたんだけど、なんだろうね、なんか食べる気しなかったね。ぐるぐる何周もして歩いたんだけどね、なんかショッピングモールのフードコートって感じじゃなくて、スーパーのスナックコーナーみたいな。なのに値段はちょっとexpensive。 Expensive. なんかテンション上がるサムシングがなかったんだよ Nanka ね。 Tension Agalu something. 確かに。なんでこのお店がっていうのがね。あと価格帯が球場で野球見ながら気軽にって感じではないかもね。まあ数年経って淘汰されて良くなると思うけどね。結局観客が喜ぶものしか存在し続けられないだろうからね。そっか。結局観客客観的感覚。はい。結局的感覚。どうだ。 Kaino Meshitabi wa. Gachi de Mata Tabathai. Otanoshimini. See you soon. 丸山球場のマウンドに立っただと？まあこれ時効だからいいと思うんだけども、昔友達とですね、朝方ちょっとお散歩してましたけど。早起きして散歩するグリーンじゃねえから、それ完全に朝まで飲んでた系でしょ？バレました。間違いない。そうです。飲んでまして。ああ、酔った勢いのノリでね。入り口が開いてたんで、グラウンドに入る。たまたま。だからって入っちゃいかんだろ。まあそうなんですけど、まあ若気の至りと言いますか。ちょっと覗いてみようかって言って近くまで行ったら、なんか俺誰もいないなって、ちょっとマウンドって立ってみるみたいなノリになりまして、でも足跡とかついたら困るねって。いや、つくでしょ。なるべく最小限、つま先で。ダメだよ、ヘッドスライディングしないと。それはまたあれだから、とりあえずツン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 つってマウンドまで行って、友達がキャッチャーでバッター立っ
てエアー野球みたいなのやってホームラン打った。ホームラン打たれ楽しかったな。青春の一コマですな。はい。忍び込みで思い出したけど、おじさんはやったね。18区の頃だったと思うけど。丸山球場？いや、真駒内のライブアンダーザスカイっていうね、ジャズフェスティバルがあったんですよ。その時に、いや、毎年すごいメンバーが来るんだよね、そのライブアンダーザスカイってジャズだけど。今の札幌シティジャズの先駆けってことなのかな。でももう出てるタレントがあんな次元じゃないですよ。本当に世界のトッププレイヤーが来てたよ。すごい。でその年に来たのが、まあ知らないかもしれないけど、チック・コリアっていうピアニストと、スタンリー・クラークっていうベースと、サイモン・フィリップスっていうドラマーで、もう超世界の一流よ、3人とも。もうどうしてもそのドラムを聴きたくて、で野外だからさ、音だけ聞きに行こうぜっつって、お金もないからさ、まこまないなら聞こえる。外で聞いてたの。だっけすんげえかっこよくて、音がもうダッカ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 ってもう聞いてたら見ても立ってもいれなくて、シャカシャカした感じじゃないんだ、ジャズ。そう、なんかおとなしい感じでやるのかなと思ったら、めっちゃグルーヴしてて、とんでもなくかっこよかったんで興奮してきたのいっかっつってなる同じとこから行ったら捕まるから、みんなチリチリバラバラにそれぞれ別のルートでフェンスを乗り越えてすげえ、こら待てーってサーチライトみたいなのをガードマンに当てられて、映画じゃん。もうプリズンブレイクですよかっけえ。もう当時まだ身体能力が高かったんで、よく塀登れた。もうダッシュで、もうガチャガチャもうフェンスをなんちゅうの、走った勢いで登ってって、向こうに飛び越えて、もう群衆の中に紛れ込んでしまえばこっちの方が完全に犯人じゃんでね、階段に座ってずっと聞いてたね。もう感動して終わって、普通のお客さんと一緒に何食わぬ顔をして出てきて、いやーよかったなーっつって座って余韻に浸ってたら、目の前にでっけえバスがバーッと来て、たまたま俺らがたむろってたところが通り道だったのね。そしたらその演者たちがみんな乗っててね、おスタンリー・クラークだっつって、うわー手振ったっけ、スーッと窓を開けてくれて、手を差し伸べてきた握手。すごっ。おじさんまた鳥肌立ちましたリハでも鳥肌立ってたよね鳥肌立ってたすごい。多分俺が人生で握手した人の中で一番グレートなスタンリー・クラーク。これ分かる人はおおすげえって思ってくれると思う。ちょっとググってみます、グリーン。すごい。スティングが来た時も行った。それはね、スティング札幌来たの。ポリスを解散して、すぐの、それもすごいメンバーだったんだよね。バックバンド。まあ名前を。バンド。それはね、でも店やってて土曜日の夜さ。あかんやろ、一番稼ぎ時やし。だから飯食ってくるってこらーうわーって車飛ばして、30分だけ片道15分まごまないまでの30分のために、それが生スティングいいのかな。ビッグ、どれが一番ビッグかな。クイーンがでもすごいかな。スティングのクイーンスティング、あとイーグルスだ。Jakaino Meshitabi wa Gachi de Mata Tabathai Meshtabi Saw Shu Hen number 13 des Otanoshamini. See you soon. この間ね、朝だよ詐欺っていうのに会いましてね。朝だよ詐欺気持ちよく寝てたら朝の7時ぐらいに大変だって起こされて時間だよ遅れるよって言われて、うわーやべえって慌てて飛び起きて着替えようと思ったんだけどあれ俺はどこに何をしに行くのって。ごめんなさい何の夢を見てたのか知らないけど、遅刻する夢だったんだと。めちゃめちゃびっくりするよねあれね
俺どこ行くんだっけっていう。そうね、着替える途中ぐらいでちょっと待ってって我に返る。本当に失礼しました。朝寝詐欺には気をつけてください。はい